マサです。今回はですね、こちら、六千やっこっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。というわけで今日は夜の海、マサルが海底で何かを捕まえております。こいつはサザナミフグ。全身に毒があるフグで食べれないんですけども、夜潜ってるとたくさん寝てるんでめちゃめちゃ可愛いです。でこれね、膨らんだらねまたね可愛いんですけど、今回逃がしてあげました。大急ぎで逃げています。起こしてごめんね。さてこちらはトビウオ。こんな感じでほとんど寝てます。船の上から網ですくったりとかもできます。っていうか今日誤解がめちゃめちゃ多い。さてそれでは潜っていきます。夜の魚は岩の下で眠ります。つまり魚が見つかるまでひたすら潜り続ける漁法となっております。結構体力使うんですよね。何かいるといいですが、岩の中をくまなく探していきます。とここでマサルが森のゴムを引き戦闘態勢に。何がいたのでしょうか。何やら魚が眠っているぞ。狙いを定めてヒット。下はいいものの穴が意外と深い。これでは手が届きません。どうしたものでしょうか。とここで一旦浮上することに。返しがついてる水中銃で来るべきでしたが、もう今更言っても仕方がありません。なんとか回収を試みましょう。さて一刻を争います。最大スピードで血中酸素濃度を上げる呼吸法をしています。今度はあの狭い岩の中に体を突っ込む覚悟を決めて潜水します。覚悟さえあれば取れるのではないでしょうか。限界ギリギリまで体を突っ込んで魚を取りにかかります。あと体重が20キロ軽ければ入れるのに。さてどうしたものか。これは大変な魚をついてしまいました。どうやら魚を掴むのは不可能なようですね。しかし私には今回伊勢エビ取り用のハサミがあります。このハサミは120センチほどあります。実質腕2本分の長さで戦うことができます。さすがに2連続の潜水の後、なかなか息が整いません。しっかり息を整え潜行開始。もはやカメラでも映らないぐらい深いところに魚がいます。さて魚は回収できるのか。緊張が走ります。やりました。こいつめちゃめちゃ苦労しましたよ。この魚はブチブダイ。本来はそんなに手間取る魚じゃないんですけども、今回はめちゃめちゃ手間取りましたね。はい、よかったよかった。さてさらに魚を探していきます。勢いよく潜行開始。マサルがいるのは水深15メートル、矢印の岩の下にいます。下では何が起きているのか、マサル視点を見てみましょう。岩の中はもちろん真っ暗です。岩のくぼみや穴、岩の下、くまなく探していきます。いました。こいつは結構でかいぞ。暴れないようになるべくキルショットを狙っていきます。ヒット。キルショットではありませんが全く暴れませんね。でここでむっちゃ頭打ちました。めちゃめちゃ痛かったです。涙出た。さてマサルが岩の下から出てきました。立派な魚ですね。果たしてこの毒々しい魚食べれるのか。味の想像が全くできません。というわけでこちらが6000ヤッコ。市場価値がないんでまず市場には出回らない珍しいお魚です。そして臭そうなので入念に血抜きをしておきました。果たしてどんな味なのでしょう。キッチンに戻っていきましょう。
はい、ということで戻ってきたんですけども、いやー、ついにね、手を出してしまいましたね。6000ヤッコ。なんて言うんでしょうね。ダイバーの人が好きそうなっていうか、水族館で泳いでそうな、そんなね、カラフルな魚ですよね。こいつは本当に味の想像がつかなさすぎる。で、前、縦縞巾着鯛っていう、1匹2万円ぐらいするようなこういうカラフル系の魚食べた時は、むちゃくちゃまずかったんですよ。この6000ヤッコ、どんな味がするんでしょうね。ということで、早速、観察していきましょうか。はい、こちらが全体像ですね。これ6000ヤッコって言うけど、1、2、3、4、5、6。6ですね。線が6個あるから6000ヤッコっていう名前がついております。こいつあんま昼間見ることないんですけど、夜はね、ちょいちょいいます。あまりにも毒がありそうな見た目なんで取ったことなかったんですけども、これね、結構でかいです。おそらくですけど3キロぐらいありますね。結構大きいです。幼魚の時はね、観賞魚としての価値が高くて1万円とか2万円とかでね、取引されたりしてます。ダイバーとかもね、めっちゃ好きな魚の一つになってます。で、ちょっと口見てみましょうか。で、歯はこれね、初めて見る感じですね。爪楊枝の先がいっぱい集まってるみたいな。ほうきの先かな？細いジャラジャラしたね、毛がいっぱい集まってるようなね、口をしています。で、この魚はおそらく海面だったりとか、岩に付着した海藻をこの歯でガリガリと削り取って食べてるはずです。なんでね、ここの中にもし内臓が大量に入っていた場合、多分この魚臭いです。なぜかというと、海藻ってめちゃめちゃ消化に時間かかるんですよ。だからここにね、1週間とか滞在してるわけ。1週間ここで発酵されたものがここにあるんで、とてつもなく臭い可能性があります。で、これは何なんだろうね。顔の。ここにね、鋭いものがあるんですけども、これは何のためにあるのかちょっとわかりません。で、これ尻尾がね、青いのも特徴的ですね。なんでこんな青いんでしょうね。結構マニアックな魚なんで、あんまり情報が出てきたんで、これがなぜ青いのかはわかりません。にしてもお腹がパンパンなんで、これ何が入ってるかちょっと楽しみですね。はい、というわけでそんなね、6000ヤッコなんですけども、今日はですね、初めて食べるということで、魚の味をなるべく感じられる料理をしていこうと思います。まずは刺身。そしてもう一つは塩と胡椒のみの味付けの唐揚げ。この2品を作っていこうかなと思います。ということで早速調理していきましょう。はい、今日は珍しく鱗取るでやりましょう。結構ね、鱗が取りづらいって書いてあったんで本気です。鱗取るでやりまこいつ本当に鱗が取りづらいぞ。全然取れねえ。なんだこいつ。なんか取れだした。ほら勝てー。臭い臭い。なんか臭いぞ。うわー、臭っ。マジニザダイの匂い。これ見てください皆さん。これ鱗じゃなくって皮に色がありますよ。珍しいな。普通ね、魚って鱗にそれなりに色がね乗ってて、鱗剥がすとね色が変わったりするんですけど、こいつ皮まで黄色いし青い。もっと青くなった。ほら珍しい。こんな色残るんや。じゃあこっちは早送りでいいんじゃないでしょうか。はい、では鱗取り終わりましたんで洗い流していきましょう。はい、それではうわっやばうわっQuand t'es venu dans la rue くっさいな。いきます。こいつうんこより臭いぞ。うわ出てきました。内臓です。卵が入っているのかと思いきやパンパンの内臓が出てきました。そして内臓脂肪が若干乗ってますね。くっ臭い。ではちょっとね、胃袋開封をしていこうと思います。これはやはりそうですね。はい、海のスポンジこと海綿ですね。海綿を食べております。もう皆さんこれ以上見たくないでしょう。はい、見たくないっていう声がなんか聞こえた気がしました。処理します。くっさくっさ。1年間掃除してないトイレぐらい臭いですね。 Quand t'es venu dans la rue やばい、臭すぎて体調悪くなってきた。ただ臭いからといって美味しくないと決まったわけではない。 Quand t'es venu dans la rue 刺身を切っていきましょう。三枚おろしにしましょうか。おお、内臓脂肪が乗ってますね。
でここ浮き袋があるんで、浮き袋をぶち壊して、くっせー、残りがでこんな臭いのやばすぎだろ。卵を産んだ後なのかな、余分な隙間が大量にありますね。でここ血合いに傷を入れていきましょう。もう臭い魚ほど下処理が大事ですから、しっかりと傷を入れていきましょう。臭い魚ほどね下処理が大事なんで、しっかりと臭い部分を洗い流していきましょう。もうこの辺のね内臓もどきみたいなところもちゃんとしっかりと取っていく。もう美味しい魚なんてね、適当にさばいてもね美味しかったりするんですけど、どう美味しくない魚を美味しく調理できるかっていう話ですから。まあ、美味しくないって決まったわけじゃないんだけどね、まだ。うわ、2匹いたけど2匹つかなくてよかった。これ2匹分の匂いあったら気絶するわ。はい、それでは綺麗になりましたんで、三枚おろししていきましょう。うわ、面白い骨の入り方してる。じゃあ反対側行きましょう。骨は硬くないんですね。結構さばきやすい。でも身はね、なんとも言えんな。ちょっと匂ってみる。これはやばい臭さだな。皮目が臭い可能性あるけど、せっかく皮が綺麗なんで皮を生かして焼き霜にしたいんですけど、皆さんどう思いますか？ちょっと怖くなってきちゃった僕。こんなに匂いがきつい魚なかなかいないんで。はい、こんな感じでね、身はね結構普通なのよ。匂いがやばい。では背の身をね、刺身と焼き霜にしていきます。もしかしたら皮目が美味しい可能性ありますから。皮硬っ。これ半分は焼き霜にするんで、皮つけたまま飾り包丁入れていきましょう。でこっち側、こっちは皮引いていきましょう。身は結構綺麗、縁側もすごく綺麗だし、ちょっと匂ってみましょうか。あ、でもだいぶ皮の裏はそんなに臭くない。いけるかもこれは。はい、ここで豆知識コーナーなんですけども、釣った魚が臭くて刺身では食べられそうにない、ただ刺身で食べたいという、そういう時、洗いという方法があります。まずはこちら準備するのは氷ですね。氷をギンギンに入れていきます。で水を入れていきます。ここに塩ガンガンに入れていきます。でこれで氷塩水を作ります。でちょっと高めの塩分でやるんですけど、こうすると魚の水分がね出ていくんで、臭みもねそれと一緒にね出ていきます。ちょっと置いときましょう。はい、でその間にこちらでですね、ハラミの方で唐揚げを作っていこうと思うんですけども、普通の魚だったらこうやって腹骨を落とせるんですけど、腹骨の入り方がイレギュラーで落とせないんで、これどうしてもねどの角度でもちょっと落とせそうにないんで、一旦ここで切ろうと思います。したら
骨キワッキワに包丁を入れて引いたんですけども、ほぼ身が取れないですね。薄っ。これ多分ね、産卵後ですね。産卵前とかだとここにエネルギーが溜まってるんですけど、これ産卵した後とかね、こうやってもうここの身はねすごい薄くなるんですね。でここにしかも血合い骨が入ってるという。多分薄すぎだろこいつ。でここに血合い骨が入ってますね。うわ、こんな薄いハラミ初めて見た。おお、臭っ。うん、すごい匂い。でこっち反対側も調理していきましょう。でこの内臓に触れた部分ね、これは浮き袋なんですけど、ここもしっかり取っていきましょう。あとは一口サイズに切って唐揚げですね。はい、そしたらここに胡椒と塩を振っていきましょう。はい、そしたら片栗粉を振っていきましょう。まあ揚げたら魚大体うまいから。 OK、 着火セット。じゃあ油を入れていきます。はい、それでは入れていきます。熱っ、火が強すぎる。よし、もういいでしょう。はい、それでは洗いが終了しました。うん、ほぼ匂いないですね。でこれ拭いていきます。で最後こちらはですね、皮ついた方は焼き霜にするんで、最後バーナーで炙っていきましょう。うわー、食欲そそらい色やな。スズメバチと同じ色やもんな。 OK。 はい、それでは切っていきましょう。すごい色味やな。じゃあ普通に刺身の方もいきましょう。はい、完成。はい、ということで完成しました。いただきます。正直ね、動画2本分、3本分ぐらいの疲労が今あります。っていうのも、もう本当に臭さで体調悪くなってる。内臓やばいな。海藻食ってる魚が臭いって言ってたけど、海面食ってる魚が一番やばい可能性ある。とりあえず刺身を食べてみましょう。でも、想像できない海面食ってる魚。いただきます。あ、全然いけますね。美味しいか美味しくないかで言われたら美味しくないけど、まずい貝に入るかって言われると、まずい貝には入らないかなっていう感じですね。まあこれ普通貝のまずいぐらいですね。回転寿司屋で、うわこれはちょっとっていうレベルですね。普通貝のまずいぐらい。じゃあ皮付きもね食べてみましょう。皮が美味しい可能性ありますからね。いただきます。皮付きは俺普通に食えるわ。全然普通かの普通ですね。コンビニとかスーパーで食べる刺身よりは美味しい。居酒屋で食べる刺身には及ばないぐらいの感じ。皮はねすごい硬くて噛み切れないですね。で臭いんかなと思ったけど全然臭くはないですね。カメラマンも食べてみますか。こっちまあまずくはないですけどね。いただきます。うん、普通界のまずい。じゃあ唐揚げ食べてみよう。唐揚げカッカ皮、これはね面白い。美味しいとか美味しくないじゃなくて面白いですね。今まで食べた魚の皮の中で一番硬いです。なんか皮っていうかもうミノみたい。なんか皮だけで調理したらミノになると思う。そんな味がします。むっちゃ皮硬い。ただ皮はねミノの食感なんですけど、ジャリジャリしてます。スナック食ってるみたいな感じする。変な味ですね。これぞ記録なんじゃないか。
おもろいなこいつ。43点ぐらいの魚かな。普通に食えるし、この皮の硬さがめちゃめちゃ面白い。語りたい人はぜひね食べてみてほしいです。はい、それではごちそうさまでした。いやー、6100個ね、さばくときはねめちゃめちゃ注意が必要なんですけども、まあ普通の魚ですね。そんなにも臭くないし、水っぽいのかって言われたら水っぽくもない。食感もね悪くない。普通に調理して普通に食えるぐらいの味の魚ですね。ただ内臓は家の中では出さない方が良さそうですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット系の私でも食べれるの最高すぎる。